冬の北海道、エゾモモンガが巣穴から顔を出しています。鳥が作った巣穴や木が裂けてできた穴に住んでいます。冬になると同じ巣穴に数匹集まり、一緒に過ごします。マイナス20度にもなるため、動物たちは冬毛になります。エゾモモンガもふわふわの冬毛です。目がまん丸でかわいいですね。夜行性の動物なので、日中に出会うことは難しいのですが、時期によっては日中に見かけることがあります。森だけでなく、公園や神社などの身近な場所に住んでいます。天敵が多く臆病な動物なので、静かに見守ることが大切です。この巣穴には3匹住んでいました。天敵といえばエゾフクロウ。珍しくエゾリスと同じ木に止まっていますね。エゾフクロウはエゾモモンガを捕食する同じ夜行性の動物です。夕方に狩りをする姿がありました。そして冬の終わりは恋の季節となります。オスが多い場所ではメスの奪い合いが起こるのです。冬は厳しい寒さになる北海道。今回はその中で暮らすエゾモモンガの姿を紹介します。食事中のエゾモモンガがいます。体長は15から18センチほどで、重さは80から120グラムほどと言われています。一生のほとんどを木の上で過ごします。慌てて帰ってくる姿も。こちらの2匹は仲良しですね。基本的に夜行性のため、明るい時間に行動することは珍しいのです。2匹ともちょこちょこと動いて落ち着きがないですが、一つ一つの仕草がかわいいですね。12月、白鳥は越冬のためにシベリアから南下してきます。まだ雪が積もる前の畑では食べ物を探しに集まります。この時期の北海道は氷点下まで冷え込みます。エゾモモンガは日が沈む頃に行動を開始します。ほら、次々と出てきましたね。冬になると同じ巣穴に数匹集まり、一緒に過ごします。巣穴から出ると排泄を済まします。違う穴からも。こちらは出てきた子が穴を塞いでいますね。おい、出られないよ。ちょっと。排泄を済ませると木の上まで登り、食事へと向かいます。移動の時は飛膜を広げ、木の間を滑空します。飛んでいくのでよく見ていてくださいね。尻尾は平たく、舵を取る重要な役割をすると言われています。この日は月明かりの下で食事をする姿がありました。明け方に巣穴の近くでは座布団が。いえ、エゾモモンガが帰ってきました。まずは小柄な子から。周りと中を確認してからスムーズに入っていきます。こちらは一回り大きな子。こちらも周りと中を確認してからなんとか入れましたね。朝日を浴びて帰ってくる子もいます。中には日が完全に昇ってから帰ってくることもあります。このように冬の間は活動開始時間と終了時間が不規則になることがあるそうです。エゾモモンガの行動にはまだまだ謎が多いのですね。この子も大きな子ですね。周りを確認して
穴の中を確認して、もう一度周りを確認して穴に入ります。ギリギリですね。1月から2月にかけて北海道では湿度と温度の条件が揃えば霧氷を見ることができます。真っ白な霧氷に朝日が当たり、とても綺麗です。エゾモモンガは一生のほとんどを木の上で過ごすのですが、稀に地上に降りてくることがあります。こちらは下に落ちた木の実や雪を食べている姿です。実はとっても貴重な映像です。ここでエゾモモンガの痕跡を紹介します。住んでいる場所には食べかすが落ちています。木肌が剥げた木の枝や葉が落ちています。そして黄色の排泄物があります。食性は植物性で木の芽や葉などを食べるのですが、特に半の木になる縦長の雄花を好んで食べます。そして巣穴の近くには米粒のような排泄物もあります。この痕跡がある場所の近くには必ず巣があります。この木の上を見てみると巣穴がありましたね。木肌が排泄物で浸食され黒くなっているのも痕跡となります。見つけたら静かに見守ることが大切です。巣穴を探していると雪の上に面白い痕跡があります。穴の外に松の実の食べかすが、そしてこの近くには足跡があります。何の動物かわかりますか？冬は足跡で生息している動物がわかります。この正体はエゾリスです。こちらの雪の穴に続く細かい足跡は別の場所にもありました。こちらの正体はエゾクロテンです。こちらも夜行性の動物で夕方に出会いました。エゾモモンガの天敵です。天敵といえばエゾフクロウ。夜に半の木で待ち伏せしている姿がありました。別の日には夕方に狩りを始め、ネズミを捕まえている姿も見かけました。次はエゾモモンガが捕まるかもしれません。野生動物たちは常に死と隣り合わせなのです。2月から3月にかけては恋の季節となります。季節の変わり目であり、風が強く荒れた天候になることもあります。この日の夕方は強風の中、揺れる木にしっかりと捕まる姿がありました。この時期も日中に見かけることがあります。食事をしている姿がありますが、食べてばかりではありません。エゾモモンガの恋の季節は年に2回と言われていて、2月から3月にかけてと6月から7月にかけてです。つまりこの時期はオスがメスに求愛しペアとなるため、日中に行動することがあるのです。オスがメスを追いかけています。メスはできるだけ強いオスを受け入れようとします。オスが多いとこんな風にメスの奪い合いになります。メスがオスを受け入れています。無事ペアとなった2匹は幸せそうですね。メスに新しい命が宿ります。春には元気な子供が顔を出してくれるといいですね。